こんにちは。今回はマシン創造伝渡る龍神丸を筆塗りで塗装していきたいと思います。まずはナトーブラックを使用してパーツの裏側を黒く塗装していきます。龍神丸はパーツ分割の都合でちら見えする部分の成型色が統一されていないので、しっかりパーツの裏側を黒く塗りつぶしましょう。パーツの裏側を黒く塗ることができたら、ガンダムブルーを使用して胴体を塗装していきます。この塗装は胸元にある赤色のディテール部分になるべく青がつかないよう少し気を使いながら塗装していきます。この青はそこまで隠蔽力が高くないので、綺麗に発色するまで塗装を繰り返していきます。だいたい5回から6回程度塗装を行うと全体が良い感じの青になると思います。青の塗装が終了したので、胸のディテールにはみ出た青を消す作業を行います。はみ出た青を消すためにシタデルカラーベースコラックスホワイトを使用してディテール全体を白く塗装しました。このリタッチ作業はディテールの一部ではなく全体を塗装するようにします。一部だけ塗装をすると赤色が透けて仕上がりが微妙になってしまいます。下地が透けて色ムラが出る。この修正が非常に大変なので、下地をしっかり作って色を塗り重ねるようにしましょう。そうそう、胸のディテールに塗装している赤はクレオスのモンザレットを使用しました。赤の塗装が終了したらタミヤのゴールドリーフを胸の中央に塗装していきます。このゴールドはなかなか隠蔽力が高いので、数回の塗装で綺麗な塗膜を作ることができると思います。ゴールドの塗装が終了したので、最後に関節部分にタミヤのジャーマングレイを塗装していきます。関節の成型色はジャーマングレイよりも明るい灰色ですが、そこまで関節に注目してみないのでジャーマングレイでも良いんじゃないかな。ここら辺は個人の好みになりますね。これで胸部の塗装は終了です。続いて肩の塗装を行います。まずは肩についている竜の口の中を黒く塗りつぶします。ここは黒く塗りつぶした方が格好良くなるので必ずやった方が良い作業ですね。続いてゴールドを竜に塗装していきます。
狭い部分はすぐに終わるゴールドの塗装ですが、広い部分になると少し塗装が難しくなる印象です。ゴールドの粒子が均一に塗装できていないような、ムラが出てるんじゃないかというような感じで塗装回数だけが多くなっていきます。ゴールドの状況を気にしだしたらキリがないので、塗膜が良い感じになったら塗装を切り上げて次の作業に行った方が良いかもしれません。続いて下顎の塗装を行います。この作業もまずは黒の塗装です。顎の内側を徹底的に黒くしていきましょう。黒の塗装が終わったら、スタデルカラーベースコラックスホワイトを顎全体に塗装していきます。この塗料は隠蔽力が高いので、数回塗り重ねるだけで綺麗な白ができると思います。肩の竜の塗装が終わりました。結構かっこよいですね。最後に肩アーマーの塗装を行います。この塗装も黒の塗りつぶしから行います。奥の方までしっかり塗りつぶしたいのですが、構造が複雑で奥の方まで筆が届かないところが出てきます。その時は無理に塗装しないで、見える部分だけを黒く塗装しましょう。黒く塗装が終わったら、クレオスのモンザレットを肩全体に塗装していきます。赤をきれいに塗装することができたら作業は終了です。それでは今回はここまで。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回以降も龍神丸の作業動画を投稿していくので、チャンネル登録をして続きの動画をお待ちいただけると幸いです。では、さようなら。Are you listening? About